そう、これが俺。じゃなくて、こっちが俺。2016年の夏に僕はパートナーの雄大と初めてのビッグウォールであるエルキャピタンのノーズを登った。壁の中で3日間、本当に怖くてギリギリの登山で、頂上に立った時には今までの人生で感じたこともないような幸福感や達成感に満たされた。でも後になって感じたことがある。俺はエルキャピタンを半分しか登ってないじゃないか。そう、2人1組で登ってしまうと自分がロープを伸ばせるのは半分。おまけに難しそうなピッチが出てきたらパートナーに任せればいいし、気絶しても誰かに助けてもらえる。頂上で感じたあの幸福感。では一人で登ったらどんな気分になれるんだろうか。そう思った僕は一人で登る方法を研究し、7年後にまたエルキャピタンに戻ってきた。はい、おはようございます。竹見です。私はですね、今ヨセミテ国立公園に来ているわけなんですけども、今回登るのはですね、こちらですね。はい、じゃんじゃじゃーんと、今回ですね、ついにエルキャピタンを登ろうということでですね、ラーキングフィアというルートですね。フリークライミングで登ると 513C ぐらいあるらしいんですけども、今回はエイドクライミングで登りましょうということで、今日はですねちょっと荷物少なめですね。はい、というのもですね、まず最初3ピッチだけ登って、それフィックスしといてですね、ちょっと日を改めてその3ピッチ目までユマーリングでカシャカシャ上がってですね、ちょっとズルをしようと思ってですね、はい、今日はそのズルをするための出だしの3ピッチを登ろうという日でございます。はい、今回竹ムービーさんが目指したのはエルキャピタンの最も西に位置する標高差600メートルのラーキングフィア。真っさらな花崗岩に刻まれた細いクラックをたどっていくルートで、中間地点の地上300メートル付近までは人が座って休める場所すらないほどまっさらな壁が続き、半口地帯を越えた後半は打って変わって複雑な花崗岩の弱点を登っていきます。エルキャピタンの中では比較的優しい部類に入りますが、そうは言っても高さ600メートル、ユマーリングをするだけでも大変そうですね。今ちょうどね壁の基部をずっと歩いてきたわけなんですけども、このエルキャピタンの壁ですね、氷河時代にここに氷河があってゴリ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 この谷がね削られていって、この花崗岩も削り出されたっていうね、もうこうまさに自然の彫刻なわけですよね。もうねツルツルトゥルントゥルンなんですよ。もう氷河でね磨かれまくってもうツルンツルンになってるっていうのがね、このヨセミテの花崗岩の特徴ですよね、本当に。はい、というわけでね、またちょっとね登ってきたんですけども、見えましたね。おそらくあれがラーキングフィアですね。あそこにポータルッチを立ててる人がいらっしゃるんですけども、このフィックスロープがありますんでね、これをちょっとお借りして掴みながらね、ちょっと1段目までまた登りたいなというふうに思います。はい、行ってみましょう。はい、というわけでね、取り付きに着きましたね。はい、こんな感じで今ねちょっと先客が1ピッチ目を登ってますんでね、僕はすぐには取り付けないんですけども、さっき見えてたポータルエッジは多分別のルートですね。あっちの方にもルートがいくつかありますんで、はい、それにしてもすごいな、あそこで生活してる感じだなあれ。とりあえずね、用意をしつつ、先客が登り次第もう少しで1ピッチ目終わりますんで登り始めたいと思います。はい、なんかね3ピッチ目多分見えてるあれかな、ショールーフのところまで行く感じですね。はい。おやおや、ここからルートの状況がよく見えますね。本日目指すのは3ピッチ目のルーフを抜けた先。上の方にもクライマーが見えますが、
ここから見えているのはルートのおよそ半分だそうです。はい、というわけでね、ちょっと待ちましたけども、ポーランド人のですね2人が今先に登ってますんで、はい、僕もですね後に続きたいと思います。はい、早速行きましょう。はい、それではルート図を見てみましょう。まず1ピッチ目は簡単なクライミングで小さな岩塔を登り、この字型のフレークをたどって登っていきます。2ピッチ目は岩の弱点があまりに少ないためボルトが連打してあるボルトラダーと呼ばれるセクションです。そして3ピッチ目、右側の面白い形のフレークを登ってスイングをして左のクラックに移り、小さなテラスまで登っていきます。今日は3ピッチ目までだからと坂をくぐって遅めの出発。600メートルの最初の一歩、いつもこの時が一番緊張する。おっと、ここで使用しているロープソロクライミングのシステムはメーカーが推奨しない道具の使い方をしているので、そこだけは注意が必要です。さて、ここまでは手足を使ってフリークライミングで登ってきたが、ここからは全身のために道具を使って登っていくエイドクライミングとなる。細い岩の割れ目にカムと呼ばれる器具を差し込んで支点としていくのだが、しっかりと決まっていれば外れることはないが、たまに外れることもある。あぶみと呼ばれる紐状のはしごをかけてそれを掴んで登っていく。7、8メートルトラバースをすると、今度は弱点のない岩を5メートルほど登り、終了点へとたどり着いた。クライミング自体はここで終わりだが、一人で登る場合はここからが大変。一度降りて道具を回収し、またロープを使って登り返さなければならない。最近はクライミングをしない人もこのチャンネルを見てくれるから、少しだけその仕組みを説明したいと思う。まず一番下にロープを固定して、中間視点としてカムと呼ばれる器具を岩の隙間に差し込んで登っていく。エイドクライミングではこのカムがとても重要で、これを掴んで登っていったり、これにあぶみをかけたり、さらには落ちた時に支えになってくれたりと、とても役割が多いので、常にこのカムをジャラジャラと腰にかけておくことが多い。
そして一度上までたどり着いたらそのカムを回収しながら下まで降りて、アッセンダーという器具を使ってロープを登り返していく。基本的にはこれを19回繰り返すと頂上にたどり着けるという仕組みだ。そして3ピッチ目の面白い形のフレークにたどり着いた頃には日もだいぶ傾き、辺りは薄暗くなってしまっていた。ポーランドからやってきた2人はここで一夜を過ごすようだ。Want some drink? Drink? No worries. You have to go up, right? I sleep ground. You know. Enjoy your night. You come here today? Yeah? In 2 days. Have fun. You too. Bye. Bye. これから地面に降りる自分に対して水は足りてるかいと温かい気遣いをもらった。壁の中にいる人たちは皆優しい。はい、というわけでね、すっかり暗くなっちゃいましたけども、無事にですね、3ピッチ分ロープをフィックスしてきました。あそこのね、ポーターレッジが見えてると思うんですけども、2人ね、今日はあそこで寝て、明日ね、また登るということでね、僕はね、ちょっとズルをしてね、下で今日寝ようっていう話なので、まあ1日ぐらい休んでまた、ここに来たいと思います。というわけでね、下3ピッチもね、結構時間かかっちゃいましたね。C2 プラスとかっていうピッチもあったりとかして、前でね登ってる人を待ってたりとかもしたので、ね、遅くなっちゃったんですけども、とりあえず今日中にフィックスできたので良かったですということで、はい、今日はね終わりですね。はい、下山しましょう。はい、おはようございます。というわけで時刻は朝6時ですね。あれからですね、1日レストを挟みまして、荷物もね、2つ大きいの持ってきましたんで、おとといフィックスしましたこのロープを使って、とりあえずね、荷上げをしたいと思います。はい。今日はね、できれば10ピッチぐらいまで登りたいと思ってますんで、最初の3ピッチはもうフィックスしてあるということでね、頑張っていきたいと思います。はい、じゃあ行きましょう。今日のクライミングは4ピッチ目から始まる。前半は細い3つのクラックを渡りながら登っていく。そして厄介なのがこのトラバース。人間が行ったり来たりするのも大変だが、荷物を横に移動させるのもとても苦労する。それが終わると40メートル以上にわたるオフィスサイズのクラックを登り、10ピッチ目の大小2つのテラスが現れる場所にたどり着く。初日にここまでたどり着ければ十分だろう。はい、というわけでね、3ピッチ目のフィックスのところまで上がってきて荷上げしました。そして4ピッチ目、こんな感じですね。はい、ちょっとね出だしだけちょっと難しいんですけども、あとはすっきりとしたクラックが続いてますんで、だいぶ明るくなってきましたね。はい、頑張っていきましょう。朝の静寂が谷を包む。このルートに日が当たるのはお昼から。
あげられる水の量にも制限があるので、喉が渇きにくい午前中になるべく進んでおきたい。そしてクラックが閉じてしまっているポイントにたどり着いた。ここを乗り越えるのには少しコツが必要だ。極小のナッツを試してみたが、あまりうまく決まらなかったので、カムフックを試してみることにした。カムフックというのは鉄の板を折り曲げただけのただの曲がった板である。必死になっている人間は汚い言葉も発する。そしてなんとかその細くなっている部分を通過することができた。一度降りて荷物を回収、そして上がりまた荷上げをする。この繰り返しである。荷上げきつい。よいしょ。スタートから約6時間、ルート上に日が当たり始めた。はい、6ピッチ目終わりました。見てください。はい。というわけでかなり高度感出てきましたね。こっちもすごい景色。ここから7ピッチ目、トラバースになります。はい。かなりね、荷物を扱うのも大変なんですけども、日が当たってきてね、すごい水も結構消費しちゃうんですけども、はい。今日中に10ピッチ目のテラスまで行きたいのでね、はい。頑張りましょう。今回のトラバースの作戦は、まず一度普通に登り、手前の支点に結びつけたロープにぶら下がり、登り返しをして、それと同様に荷物を右に渡し、再度トラバースピッチを登り返して荷上げをするというものだ。
終了点にたどり着いた後、ここから一度下降をし、元いた支点に向かってロープを登り返す。支点まで戻ってきたら、次は荷物を下ろす。このルートは荷物が引っかかりそうな岩の凹凸が少ないのでとても助かる。そして同じような方法を使い、次の支点までまた戻る。最後にこのぶら下がっている荷物を回収すれば、このトラバースピッチの完了だ。そして次のピッチにロープを伸ばそうとしていると、上から2日前に会ったポーランド人2人が降りてきた。Yep. Yeah. Hello. Hi. You went to the top? Huh? You go to the top? No, no, No. no, no. And long. Long. And long. Yeah. How many pitch? 10? One, two. 1, 2. Nice. Tired, long, and and first climb and El Capitan. Ah, El Capitan. Yeah. This. Good. And the next, good. Okay. Okay, Yeah. very nice. Ah, This. yeah. Yeah. Good luck. You go there? Yes. Right. Yes. Very Yes. Very left. Yeah. Okay. Good luck. Yeah, thank you. 途中で登れずに降りてきたはずなのに、なぜかめっちゃ明るい。でもなんだかその気持ちもわかる気がする。You still have a lot of water? Yeah, I don't know, we have 6 gallons of water. 6 gallon. But No, man. This is depressing. yeah. Yeah. Yeah, I will see you somewhere. 2日前に水を分けてくれようとした彼、なんだか少し消化不良のように見えた。続く8ピッチ目のオフィススはとにかく長い。キャメロットの4番サイズ、つまり握り拳サイズのクラックが約40メートル近く続く。プロテクションはほとんど取れなかった。カメラのバッテリーと体のバッテリーが切れた数時間後、ようやく9ピッチ目の小さなとんがりの上にたどり着くことができた。はい、というわけで9ピッチ目まで来ましたね。ちょっと小さな棚みたいなところ本当はねもっとね広いところが10ピッチ目の横にあったんですけども、10ピッチ目登らないとね
そこまで到達できないということで、ちょっと完全にね暗くなってしまって、ここでもうビバークするという感じにしてしまいました。はい、いやめちゃくちゃ疲れてね、朝まあ6時ぐらいからスタートしてずっともう今夜の8時になってしまったんですけども、はい、14時間ぐらいもう動き続けてました。めちゃくちゃ疲れた過去一で疲れたって言ってもいいぐらいの疲れ具合ですね、これは。はい、まあね、ただ単に体を動かしてるっていう部分もあるんですけども、やっぱこのね高さの精神的なダメージとかそういうのも含めると結構きてますね、体がなんかね、いろいろねこう物を落としたりとかするとダメだとかね、いろいろ気使う部分があってね、すごい神経使ってしまいまして、はい、めちゃくちゃ疲れましたね。というわけでね、ちょっと日本からね持ってきたアルファ米とかを作って食べようかなっていうふうに思いますね。久しぶりにちょっとですね、昼食べるはずだったサンドイッチ食えなかったです。うまい。モンベルの五目リゾッタ、いただきます。米久しぶりに食ったな。うめえ。やっぱ米だわ。元気出るわ米。めちゃくちゃ味付けもうまいし。ほとんど飲み食いをせずに動き続けた後の温かいご飯、この瞬間が一番幸せなのかもしれない。つかの間の。はい、というわけで寝る準備ができました。いやもうなんか人生最大の今釣りですね。もう足とか手とか、あとさっきね飯食おうとしたらもうベロがつっちゃってね、生まれて初めてベロ釣りましたよ。もうなんかね、体中の筋肉という筋肉がね、もうなんか水分足りてなくて栄養も足りてなくて、もう釣り放題って感じですね。とりあえずね、明日に備えてゆっくり休みたいと思います。いやー、寝ましょう。もうね、ポーターレッジだけはもう快適、めちゃくちゃ。はい、というわけでおやすみなさい。はい、おはようございます。時刻は5時半ですね。ちょっとね、昨日あまりにも疲れて体もつって何回も起きたんですけど、 30% ぐらいは回復できたんで、体がちょっと水分がね2日分しか持ってきてなくて、3日目突入しちゃうと相当やばいなっていう感じではあるんですけども、もし水が足りなくなったらどうしようかなって感じでしたけど、我慢。ちょっと飯食ってね出発したいと思います。はい、というわけでですね、今登るために準備をしてたんですけども、上こんな感じですね。はい、ちょっとですね、体調が横になってる状態の時は良かったんですけども、立った瞬間になんか立ちくらみというか、なんかめまいみたいなのがしちゃって、ちょっと完全になんかやっぱ水分不足というか、昨日ねあんまり水分取んなかったんで、それの症状が多分出てるんだと思うんですけども、ちょっとこれなんかこの判断ミスとか操作ミスとかが起こると、あんまり良くない状況なので、ちょっと今パッと考えてたんですけども、このペースだとね、おそらくあと4ピッチぐらいを残したところで水もなくなって一晩ビバークっていう感じになるので、もうあんまりね体がよろしくないということで、ちょっと降りようかなっていうふうに今思ってます。はい、今ねちょっと登る準備してたんですけども、そんな感じなので、もうクラクラって感じで来ちゃって、ちょっとね完全に足りてないですね、水がもう今もすぐ飲みたいぐらいの感じで、今ちょっとセーブしようと思ってたんですけども、実質というかまだルート上半分なので、ちょうど半分地点なんですよね、ここ中間地点、19ピッチ中の9ピッチから10ピッチに行くところっていう感じで、昨日来たこの道ですね。はい、これから懸垂加工でね9ピッチ戻りたいと思います。もうそれだけでもね結構大仕事なんですけど、
残念でした。今回はもうね敗退です。完全なる。はい、降りましょう。Oh Lord, I see what brings me here. It's a mother to all my wandering. The valley. 降りることを決めた時の自分はただ単にビビりだったのかもしれない。でも自分はいつもそうやって石橋を叩きながら山と向き合ってきたし、過去の失敗してきた経験こそが強い自分を作ってくれると信じている。できるかもしれなくてできないことだからこそ挑戦する価値があるのかもしれない。はい、というわけで、地面まで戻ってきました。3時間ぐらいかかりましたね。はい、ここにね荷物とあとなんか上に黄色いフィックスがあるので、また誰かねこの後登りに来るんでしょうね。ヘルメットが3つありますね。いやーめちゃくちゃ疲れた。もう少しねいろいろ改善すべき点はいっぱいあるんだと思うんですけども、はい、この後ねテントに戻ってから反省会をしたいと思います。はい、とりあえずね今はねちょっとめちゃくちゃ疲れてもうなんかフラフラしてる感じなんですけども、シャワーでも浴びて休憩したいと思います。はい、お疲れ様でした。とりあえずね無事に地面まで戻ってくれましたんでね休みます。安全に地面までたどり着いたことへの喜びと情けなく敗退してしまったことへの後悔、さまざまな感情が一度に押し寄せた。必ずまたここへ戻ってこようと心に決めてゆっくりと来た道を戻っていった。